はい、こんにちは、サウンです。今日はもう学会の予定は終わって、これからいろんな美術館とか博物館を行こうと思います。それでその後は僕の永遠の野球を見に行こうと思います。今来たのはイサベラ・スチュアートガードの美術館です。ここはアメリカ最初の私立美術館で、1903年ぐらいに建てた美術館です。美術館のインテリア自体がもう昔の感じが感じたし、その中にあるいろんな美術のそのやつがアメリカ、ヨーロッパ、アジアとかいろんな国のものを展示してたから、本当にいい感じの美術館だったんです。アメリカの歴史を感じれるのもできたから、そのアメリカの、昔のアメリカはどんな感じだったかとか、そういう建物の感じはどんな感じだったかなとかを感じれる機会になりました。その建物に見える庭園とかが本当に綺麗だったです。太陽の光とかがバーッと入って本当に綺麗な空気でした。でも僕が感じたのが説明っていうか、そういう美術館のそういう作品がバラバラにあったから、どこがどこの国のものかがちょっとわからなくて、それはちょっと残念でした。次2個目はマサチューセッツコレッジオブアートデザインっていう芸術大学の展示会だったんですけど、無料で見れることができたし、あんま多い展示、作品とかはなかったんですけど、いろんなお母さんについて展示されたから、いろんな考えができた機会になりました。それはなんで撮ったか知らないんですけど、ダイスンのヘンドドライヤーです。次3個目はボストン美術館です。ここはボストンにある美術館で、ニューヨークのメトロポリタン美術館とシカゴのシカゴ美術館とともにアメリカの三大美術館の1個って呼ばれる美術館です。世界で20番目で大きい美術館で、結構多いいろんな作品が展示されていると有名なんですね。そこは地下から3階まであったし、特別展とかもあったんですけど、もともと美術館自体がめっちゃ大きくて、普通に一般のチケットを買って一瞬回ってみようかなと思いました。次、野球の試合があるから、それがなかったら特別展も見たかったんですけど、ここはいろんな国からの作品が見れたし、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジアの韓国か中国の作品までありました。日本の作品はその日はなかったんですけど、その次の展示会に展示しますとか、広告していました。韓国からもらって韓国の展示館っていうことがあって入ってきたんですけど、いろんな昔の韓国の作品がいっぱいあって、アメリカで見る韓国の作品って本当に不思議だなとか、そう感じました。本当にいろんな作品がありました。朝鮮時代とか、その前の三国時代とか、そういういろんな作品がありました。インテリアはこんな感じで、結構前のボストンの建物は普段そういう感じじゃないかなと思うぐらい、昨日ボストンの図書館とかのほぼ一緒の感じでした。野球見に行く道に、その間にちっちゃい庭園があって、その中を見に入ってきました。バラの庭園だったので、いろんな色のバラがいっぱいありました。でもちっちゃかったから、そこでピクニックとかできる感じではなかったんです。そんな分水もあったし、ちっちゃかったけど癒される感じでした。お土産買える暇がないんじゃないかなとか思って、その近くにあるマートに入って、そこでいろんなお菓子とかをちょっと買ってみたんですけど、そのカートをこんな感じで下がるのが不思議なと思って撮ってみました。そこで簡単に夜ご飯を食べて野球見に行こうと思います。僕が食べようとしてるものはピザです。こんなスライスピザなんですけど、スライス2個で結構、1個自体が結構大きくて、ほんと美味しそうなピザでした。ペパローニと普通のチーズピザを
頼んでみました。やっと野球場に着きました。フェンウェイパークです。結構前、3時間前ぐらいに着きましたけど、その時にもいろんな人が、めっちゃ多い人数の人が並んで入ろうとしたんです。海外でスポーツを見るのが初めなんで、入る時まで結構緊張したんですけど、入ったらこんな感じで楽しめることが多かったです。フェンウェイパークの中に入ってきました。入ってきたら、こんな長い歴史があるフェンウェイパークなんで、そこのいろんな歴史とかが展示されてるし、昔からちゃんと保存してるフェンウェイパークなんで、こんな昔の感じが結構しました。ボストンレッドソックスのそのシンボル、マークが歴史の流れでこんな感じで変わってきたのも展示されているから、本当に不思議というか、ここが本当にボストンレッドソックスの野球場なんだとか感じちゃいました。これはボストンレッドソックスの優勝カップって感じなんですね。昔の。フェンウェイパークのこんないろんな、そこは何の展示かわかんないんですけど、いろんなグッズとかも売っていました。野球場がめっちゃ多かったので、とりあえず今試合の前だから、ちょっと僕の席じゃなくて結構見えるところで、外野で見たらどんな感じかちょっと入ってみました。こんな感じのいろんな、外野も結構こんなに近い感じで、選手たちがすぐ目の前で見える感じでした。僕は三塁の席なんですけど、どんな国も同じだと思いますけど、三塁はホームチームじゃなくてアウェイチームの席なんで、その今試合の相手がボストンレッドソックスのライバルのニューヨークヤンキースだからちょっと怖かったです。もしボストンレッドソックスが勝ったらどうなるかなとか。僕の席から見える視野はこんな感じです。三塁のちょっと外野ぐらいの席だと思って、結構高いのにあんま見えない席じゃないかなとか思ったんですけど、意外とめっちゃ近かったし、こんな三塁から見える内野と外野の間ぐらいの席だったから、本当に野球見やすくなる席だったんです。僕が取った席の値段は、日本のお金だとしたら25,000円ぐらいで、本当にめっちゃ高かったんです。韓国だったらその10分の1で見えるぐらいじゃないかなと思いますけど、日本の野球の値段はどうかわかんないんですけどね。試合が始まる前でちょっと時間が残っていますけど、どんどん人がいっぱいになりましたね。やっぱりライバル戦だから、こんな人が今いっぱいじゃないかなと思います。一つ不思議だったのが、アメリカの野球は値段がいつも同じじゃなく、どのチームと試合するかによって値段が変わっています。その日の試合じゃなくて、ライバル戦以外のは僕が調べたのが、その半分ぐらいの値段で見れることもできたから、それが不思議だったんです。人気がある試合か人気がない試合によって値段が違うのが本当に不思議だったです。そろそろ野球始まります。その前の支給の順番なんですけど、そこでも不思議だったのが、銃の事故で殺された人たちの親とかその家族たちが並んで拍手されたし、その人の代表が支給するのが本当に不思議だったんです。韓国と日本だったらそういう事故はないと思うし、もともと法律的にダメな国だからないとは思いますが、不思議じゃないかなと思いました。野球が始まりました。ピッチャーがボールを投げることを撮ってみましたけど、本当に速くてびっくりしました。その選手がボストンレッドソックスで一番うまいピッチャーだと聞きました。ちゃんと三振取ってくれたらいいなとか思ってみたんですけど、ちゃんと三振を取ってもうワンアウトです。そこでずっと僕はボストンにやっと来たからボストンレッドソックスを応援してたんですけど、その相手のニューヨークヤンキースの選手がそのボールを打ってしまって安打になりました。その三塁選手まで入ってきて、点数を取ったからそれはちょっと悲しかったんですけど、応援してるニューヨークヤンキースの子供たちがめっちゃ可愛くて、声だけでもうめっちゃそれでもうちょっと癒された感じです。ボ
ボストンレッドソックスの攻撃で、今二塁にいる人はボストンレッドソックスの吉田選手です。ボストンレッドソックスのホームランでこんな感じになっています。めっちゃホームランの時キラキラしてくれるんですよね。みんなめっちゃ大きい声で応援しています。続いてボストンレッドソックスの攻撃です。ワイルドピッチになってみんな進塁しました。そんな感じで今回のボストンレッドソックスは本当にうまかったです。それでもっともっと楽しかったです。それで2番目のホームランでした。そのボストンレッドソックスは本当に今日はめっちゃ点数を取っています。みんな大きい声で応援しています。そこでもう一つ不思議だったのが、ここはチアリーダーがないんですよ。アメリカは。韓国と日本はチアリーダーがあるのに。なのにチアリーダーがないのに、どこから始まったか知らないけど、ウェーブの応援が始まって、本当にびっくりしました。そのウェーブの応援が野球場を何回ぐらい回って、本当になんか楽しかったです。アメリカの野球は初めなんで、どんな応援方があるかは全然わかんないんですけど、なんかこんな歌が流れてみんな立てて、その歌を歌いながら応援してることが本当になんか良かったです。なんかチアリーダーがないからあんまり応援の文化がないんじゃないかなとか思ったんですけど、逆になんかその観客さんたちが一つになって応援してる感じが、それもちょっと楽しかったんですね。それとも韓国と近かったのが、直接悪口をするとか、選手たちにちょっとブーとかそういう言葉をみんな言っちゃったから、それもこう傷つくんじゃないかなと思ったけど楽しかったんです。終わったら夜になってこれからホテルに帰ります。今日はメジャーリーグを見たくてボストンレッドソックスの試合を見に行ったんですけど、皆さんどうでしたか？もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。